皆さんごきげんよう、上川かおるです。2025年明けましておめでとうございます。今年もまた上川が行くわかるニュース解説をぜひともご愛顧ください。このチャンネルでは、主に硬いニュースについての解説を行っていきます。日本の政治についても一言物申すといったものもありますし、海外情勢などについても地上波ではあまり取り上げてくれない話題を中心として解説をしていこうと思っています。ただ同時にそれだけでは話題も途切れることもあるので、合間にちょっと毛色の違う動画などについてもこれからは投稿していこうと思っています。さて、新年一発目ということもあり、国際情勢について全般的な解説を行っていこうと思います。全体として2025年どのような年になるのかを占う上で、世界の動きを見ておけばその影響を日本がどのように受けるかをある程度理解することに役立つと思います。まずは日本の話をしましょう。2025年は日本にとって選挙の年です。参院選は絶対ある選挙ですから、これが動くことはありません。それに合わせて衆議院選挙も同時に行われるかどうかといったところで、議会で大きな勢力変動が起こり、それに伴う日本政治の激変といったものも起こりうるような状況です。このままの状況で衆議院選挙を行うとなれば、参議院の方とともにあまりにも影響が大きいとして、実際にはやらない可能性も十分あります。ただ、こればかりは今の政治環境であれば、衆参同時選挙が自民党にとって最悪の状況を生み出すというのが誰にでも想像できることなので、今後どんな政治的な話題が浮上するかによって参議院選挙だけにするのか、それとも衆議院も解散するのかといったところで大きな分かれ道となるでしょう。ただ、周辺環境の話から言えば、自民党政権にとっては厳しい状況といったものは今後も続きます。例えば、株式市場に上場している大企業を中心として企業業績は今のままであれば好調を維持することとなります。しかし、国民の大多数は大企業に雇われているわけではありませんから、多くの国民は物価高のダメージを受けますし、税金に加えて高い社会保険料などによって重税感を今後も引き続き受けることとなります。また、エネルギー価格について言っても、アメリカでトランプ大統領が掘って掘りまくれというような政策を掲げてはいますが、実際にその影響が出るのは今年中ではなく、早くても来年になるだろうと言われていますから、エネルギー価格が大幅に安くなるといったことは現状ではあまり考えられる状況ではありません。エネルギー価格の高止まりはどうしても物流コストの上昇を招くものですから、物価高を加速させる要因となります。一方、日本の周辺環境は年月が経つごとにその状況は厳しくなる傾向にあります。つい最近も中国の新型戦闘機の飛行映像がネットを中心としてかなり拡散しました。中国では継続的な軍事予算が投入されていて、軍備の近代化と増強といったものが続いています。今のところ中国経済には不動産バブルの崩壊という大きな問題があるわけですが、それにもかかわらず中国は決して軍拡をやめる気配がありません。中国の習近平国家主席は台湾統一を悲願としており、この方針ははっきりと明言しています。ただし中国が軍事活動を実際に行うかどうかについては、中国自身の軍拡とともに周りの状況がかなり左右することとなります。アメリカではトランプ大統領が就任し、新たな国家像といったものを描き出すこととなります。トランプ大統領はアメリカの第一主義を掲げていて、アメリカの利益こそが最大化されるべきであり、それに伴う他の国の不利益についてはあまり気にしないという方針を示しています。どこの国においても自国第一主義といったものはあるのですが、しかしそれがどこまで行き過ぎてしまうかといったところが問題とされます。特にアメリカの場合だと、地球の中で最も大きな影響力を持つ国ですから、その国がどのような行動を変えるかというのは国際情勢に大きな影響を与えることとなります。現在のところアメリカの議会は共和党であろうと民主党であろうとも、台湾はしっかりと援護すべきだというような姿勢を示しています。しかしトランプ大統領自身は台湾に対しては必ずしも積極的な支援を考えているわけではありません。これまで彼の発言の中では、台湾の TSMC のような半導体業界がアメリカのインテルをはじめとした産業を徹底的に痛めつけたというような敵対視する発言もしています。ただしこの TSMC に対する攻撃に関しては、それを理由として交渉し、TSMC の
アメリカ工場を建設させる話へとつながっていきました。アメリカにとって有利な条件を引き出すための攻撃といったものも日常的に行われるので、どこまでの発言が実際の政策に反映されるかは、これもまた読みにくい未確定要素となります。そうした読みにくさといったものがアメリカがどこまで台湾を援護するかといったことの評価にもつながり、それが中国の動きを縛るとよく言われます。ただしこれもあくまでも読みにくいという話であって、中国がたとえ誤解であろうと思い込みであろうと、トランプ氏が台湾をしっかりと守る気がないなと確信した場合においては、台湾有事といったものは発生したとしても全くおかしくはありません。ただし中国の軍拡というものは台湾の包囲作戦や封鎖作戦、そして遠距離攻撃による長期的な締め上げ作戦といったどの作戦を取るにしても現状ではまだ準備不足だと言われています。ですから2025年ではないだろうとは言われています。しかし逆に言えば2030年までには大方非常に深刻な打撃を与えられるような大きな作戦をできるだけの軍事力はもう整え終わるだろうと言われています。トランプ氏の読みにくさといったものを理由として彼が退任するのを待つのか、それとも案外弱腰だなと見て台湾有事が発生するかは今のところ習近平国家主席の彼の脳みそがわかる人物でない限りは断言することはできないでしょう。しかしいざことが起こってしまえばそれまでどれだけ準備していたかが問われるわけで、起こらない前提ではなく起こりうる未来の話として準備を整えておく必要があるでしょう。現状日本政府は岸田政権の時に防衛力強化の方針を打ち出して予算の増額といったものを基本方針としました。自衛隊内部における組織改編などにも取り組み南方の防衛力強化に入っているわけですが、果たしてこれが間に合うかどうかといったところは現状では分かりません。また憲法の改正といったものは現状ではなかなか手がつけられていないので、軍法のないままで戦争を戦うという非常に危険な状態へと陥るかもしれません。それではちょっと中国との話から外れて北朝鮮やロシアとの話をしましょう。日本のお隣の国であるロシアや北朝鮮は現状ではウクライナに兵力を投じている関係で日本にとってすぐさま危険な状況ではありません。しかしウクライナの戦争によって軍事国家化といったものが進んでいるわけなので、その点については未来における問題点は大きくなっています。例えばロシアがウクライナに侵略し、それに伴う弊害といったものは日米欧からの制裁などがあるわけですが、じゃあだからといってそうした制裁に加わっていない国もたくさんあります。お隣の中国はまさにそんな国であり、その他にもインドなども大量にエネルギー資源を輸入するなど侵略国家の経済を支えています。こうした国連常任理事国による侵略がもはや日常化した世界というのは、中国が同じような行動をとった際に全く同じような前例があるのだから別に対して気にしないわというような国が世界中に現れる危険性を示しています。そして戦争によって大量の資金が投入された軍需産業は今後もその能力を残したまま次の戦争を待つこととなります。現状ではウクライナでの戦闘が続いているので大量生産大量消費が続いているわけなので、ロシアや北朝鮮の軍需産業は今は作ったものを消費するといったことが日々行われています。しかしアメリカでトランプ大統領が誕生し、彼が言うようにウクライナの戦争後何らかの形で凍結することに成功した場合、ロシアや北朝鮮の軍需産業が次の消費地として中国を支援し、中国の軍事活動を前倒しする可能性というものもあるわけです。ちなみにそうならなかったとしても、現状北朝鮮はロシアに対して兵力を派遣し、軍需物資を輸出することによって国連制裁下にあって非常に好調な輸出産業としての利益を得ています。北朝鮮はロシアの戦争に加担することによってロシアの食料、エネルギー資源、軍事技術、これらなどについてある程度見返りを得るだろうと言われています。そしてウクライナの戦局についての話をすると、2024年、ロシア軍の進軍は東部戦線を中心としてじわじわと進んできました。この1年で失われたウクライナの領土は4000平方キロメートル、ウクライナ全体の国土面積は60万平方キロだと言われているので、ざっくり言うとこの調子で言うと、150年あればロシア軍はウクライナの全土を占領することとなります。実際に150年かけて戦争するにはプーチン大統領の寿命も尽きるでしょうし、またその後継となる人物も
このあまりのバカバカしさにどこかで停戦を考えるでしょう。しかし問題なのは、2023年に比べて2024年のロシア軍の占領地域が拡大していることで、ウクライナは新たな対応を考えなければなりません。例えばアメリカは徴兵年齢の引き下げといったものを求めています。ウクライナとしては戦争が終わった後のことも考えて、若者たちを何とか戦場に送りたくはないという考えを示しているのですが、ロシア軍の進軍が止められない状況が起こっている以上、どこかの段階で考えを完全に切り替える必要があるでしょう。例えば、ベトナム戦争においては、ホーチミンが独裁者として最初から最後まで戦争を指揮しました。彼にはグエンザップという軍司令官がおり、政治と軍事のこの2人の指導者によってアメリカ相手の戦いという非常に過酷な戦いを最後まで指揮し、そして勝利しました。ただしそれには凄まじいベトナム人の死傷者を生み出しました。しかし彼らにとって大事なのは最終的にはベトナムの統一に目的があったので、その犠牲を乗り越えていったわけです。現代の感覚よりもはるかに人命の扱いが軽く感じる世界なわけですが、しかし何をもってして戦い抜くかというその価値観については、ゼレンスキー大統領は今のままではちょっと足りないものがあるでしょう。ちなみに2024年においてロシア軍の占領地域が2023年と比べて増大した理由というのは、ロシア軍の方もこの戦争に対する適応を進めているからです。最大の要因として言われているのが空軍力の活用で、大型の滑空爆弾を前線へと投入し、ウクライナ軍の塹壕陣地に対する破壊力を大幅に上昇させたことが戦線を固定化させず前進できた理由だと言われています。そして地上戦においては人海戦術を継続的に行うことがロシア軍の強みとなっています。ただし人海戦術に対する評価は私は非常に低く評価しています。何しろ多くの人たちが死傷していくというのが日常的に続いていくわけですから、これを高評価するというのは私はナンセンスだと思っています。しかし何をもって価値とするかというのは、ロシアのプーチン大統領との私の間には全く異なっているものがあって、プーチン大統領は多くの兵士が死傷したところでそれを全く気にしないのであれば、少しでも前進するのであればそれで問題ないという考え方を示しています。そしてこの人海戦術を支える兵器については、その質という面において変化が起こっています。まず第一に、ソ連時代に作られた様々な兵器の保管していたものに関しては、在庫がいよいよ2025年は尽きる年となります。状態の良いものから再生工場へと送り、前線へと引き渡し、これをもってしてウクライナ軍に対する攻撃を継続的に行うというこの姿については、いよいよ尻すぼみになっていくわけです。ただし軍需工場そのものについては国家予算の 30% 以上を投じられて稼働しているので、生産するものが途切れるわけではありません。破壊されるよりも生産する量が圧倒的に足りないという状況を生み出すわけです。そして足りない兵器に関しては民生品の利用といったものが拡大しています。例えばそれはバギーやバイク、電動キックボード、そして一般に売られている自動車です。どれもこれも戦争するために作られているわけではなく、一般に流通している世界のどこにでもありふれたものです。だからこそ数を揃えることもできるし、値段についても手頃なものです。しかしこれらについて総じて言えるのは、銃撃を受ければ必ず兵士は死傷します。これに関しては先ほども述べたように、兵士の死傷については気にしないし、とにかく前進を果たせば問題ないという基本方針がある限りは、今後も継続的に使用されることでしょう。ただしこれに関しても評価が2つに分かれている部分があります。まず第一に、銃撃を受ければ兵士が死傷するという点において、例えば自衛隊でこのような兵器を主力兵器とすることはありえません。しかしロシア軍の場合だと、たとえ失敗して兵士が全員亡くなったとしても、うまくいけば前進できるんだから問題ないという考え方を示しています。全く無謀な策というわけではなく、ロシア軍特有の戦い方といったものもあります。それは滑空爆弾攻撃による、まずは塹壕陣地に対する一撃、それに加えて砲撃による優勢を保つことによって兵士が陣地にこもりきりになり対応できなくなるような牽制をする。それがうまくいった場合においては、例えばバイク兵や電動キックボードの兵士たちがウクライナ軍陣地に肉薄し、それに伴って陣地が攻略される危険性といったものもあるわけです。
もちろんうまくいかなければ、ウクライナ軍陣地にたどり着く前に全員が亡くなるといったこともあるわけですが、それを気にしないからこそ、ロシア軍の人海戦術は徐々に占領地を広げているわけです。欧米からの軍事支援という面においては、目立ってはいないものの確実に以前よりは状況は改善していると言われていて、迎撃戦闘においてロシア軍の死傷者数、平均水準は上がっています。しかし、それでもなお足りない状態だからこそ、ロシア軍の攻撃が成功する場面があるわけなので、もう1段階か2段階、標準的な兵器の支援レベルを上げる必要があります。現在のところ、ウクライナ軍の迎撃戦闘によって、ロシア軍の死傷者が最も多く出た日は2000人ちょっとです。しかし、現状これでもロシア軍の侵攻を完全に食い止めているわけではないので、もう1段階上の1日3000人以上の死傷者を出させるような迎撃戦闘といったものがウクライナ軍には必要とされています。では、ウクライナを支えるヨーロッパが今どうなっているかといえば、ヨーロッパは支援の主体となっているドイツとフランスにおいてかなり政治的な混迷が深まっています。ドイツ経済は非常に不安定な状態となっています。これまでドイツの経済推進の根本的な要因となっていたのは、ロシアから入ってくる安いエネルギー源を最大限活用し、プラスアルファ難民なども受け入れて、これらの人たちを安い労働力として最大限活用するというビジネスモデルでした。しかし、安いエネルギー源として使っていたロシアの天然ガスなどについては大幅に減少し、今は調達先を変更することによってエネルギー価格は高騰。また、原子炉については全廃するという政策を実施し、頼りにしていた風力発電などについては偏西風の気まぐれな変動に左右されるなど、決して良い状態とは言えません。また、ドイツにとって主力産業の一つである自動車産業は今非常に苦戦しています。電気自動車に全力投資するんだといったような方針を定めたドイツの自動車産業だったわけですが、この分野においては中国が BYD をはじめとしたバッテリーメーカー自身が自動車メーカーになることによって低価格を実現する、もしくは低価格で売り込んでとにかくシェアを圧倒的に獲得するんだという先行的な投資を積極的に行っていて、ヨーロッパメーカーに対して大打撃を与えています。ヨーロッパは中国に対して自動車関税の引き上げ政策を実施していく予定ではあるものの、売れる車を作れるかどうかといったところは今ドイツの自動車産業に大きな課題としてのしかかっています。そしてエネルギーの話で言えば、これまではロシアからヨーロッパへと大量に天然ガスなどが送られていたのですが、この流れが変わった、もしくはもっと変わっていこうとしている点については注目していく必要があります。アメリカのトランプ大統領は掘って掘りまくれという話をしているわけですが、その掘りまくって産出した石油や天然ガスの消費地としては、まずはアメリカ自身の需要を満たしてエネルギー価格を下げて、アメリカの物価高に歯止めをかけようとしています。そして余った分については積極的にヨーロッパやもしくは日本などに対しても輸出したい考えを示しています。日本の場合だとどうせいっそのこと値段が同じぐらいであるのであれば世界各地から輸入した方がより安全性が高まることでもあるので、アメリカが産出した石油や天然ガスの輸入シェア増加といったものも受け入れていくべきでしょう。もしくはトランプ大統領にごまをするんだったら、アメリカで考えられている石油や天然ガス開発に日本の企業も食い込ませてくれといったような話をする方が、お互いの利益にもつながる話です。そして天然ガスの動きとしては、シリア情勢についてのお話をしておきましょう。シリアのアサド政権についての解説動画などもお届けしましたが、この地域の情勢変化といったものは見逃せません。これまでアサド政権があった時には、シリア国内にはロシア軍の駐留兵力があり、欧米との関係はロシアの利益に反することはできない状態でした。しかし、新しい政権においては、ロシアとの関係を見直したことにより、新たな道が開けることとなります。それは、中東の原油や天然ガスをヨーロッパへともっと安く供給するルートが開かれるだろうと言われています。特に、中東カタールの国からシリアを経由してトルコへとつなぐパイプラインの建設などが進めば、ロシアからヨーロッパへと供給されてきた天然ガスを十分
代替するものとなり、ロシアのエネルギー産業は主要顧客としてのヨーロッパを完全に失うという可能性も出ているわけです。もちろんこのことにはシリアの新政府が安定するといったことが非常に重要なわけですが、今のところはまだ暫定政権は大きなつまずきは見せておらず、このままなんとかうまくいってほしいものです。世界的に見てもエネルギー価格の安定化といったものは日本にとっては重要なことです。何しろ日本は世界からエネルギー資源を輸入している国であり、常に日本の富は海外へと流出し続けています。これは第二次世界大戦当時の戦争の原因ともなった話で、日本の最大の弱点です。世界が平和でどこからでも安いところから調達できるよといった状態の方が良いのは日本にとって大事なことなのですが、世界の秩序が乱れ、エネルギー資源だけではなく、その他食料や食料を作るための肥料や工業用の原材料など様々なものを輸入に日本は頼っています。国際的な貿易関係や秩序といったものが守られている方が日本にとっては都合がいいのです。というわけでこの動画では、かなりざっくりとしたものではあるものの、世界情勢についての話を大まかなところで日本やアメリカ、ヨーロッパ、ウクライナ、そして中東情勢などについて語りました。本来であればアフリカ大陸の話などについても言及すべきだとは思うのですが、それはそれとしてまた別の機会にいずれは話すことになるでしょう。日本は世界の中で鎖国しているわけではありません。世界で何が起こっているかというのは必ずのように様々なところで日本にも影響します。それは物価のような身近なところへと波及してくるものもあれば、戦争が起こりうるといったような情勢の変化などにつながるものもあります。そして日本もまた日本第一主義といったものは当然あるわけですが、その日本の第一主義を守るためにも国際秩序が安定化していた方が良いというのもまた忘れてはならないことです。戦争の話ばかりをするのは気がめいるので、なんとか世界的にはもっと平和な状態となって、核融合技術によるエネルギー革命や宇宙開発など、もうちょっと別の話題で明るく未来を語りたいものです。そのためにはもうちょっと日本は AI やロボット、新しい科学技術に対する投資を行い、それらを新産業として主軸とするような政治といったものが行われてほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただけた方が、一体どれだけいるのかといったようなかなり広い話題をしたわけですが、これからもこのチャンネルでは、こういった別に笑えるわけではない話についてもたくさんしていくので、ぜひとも情報の整理整頓や考え方の刺激になるような部分があればなと思っています。そしていいなと思える方はぜひとも動画を見終わった後には評価ボタンのクリックと他の方への拡散もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。